ライブ 2D 塾プレゼンツアライブ2022基調講演。こんな感じで。はい、始まりました。アライブ2022基調講演ということで、アライブをご覧の皆さん、こんにちは。今回のアライブ2022基調講演は、ライブ 2D 塾から私、音崎ゆなが司会を務めさせていただきます。よろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。アライブということで、私もこういった新衣装になって出演をさせていただいております。はい、で今回のアライブは、塾プレゼンツということでですね、ちょっと初実写の方々とのコラボということでですね、初めてなんですよね。博士もいらっしゃいますけれども、こういう形式で、はい、お送りしております。そしてですね、アライブ2022年基調講演なんですけれども、2020年まではプレゼンテーション形式でやっておりまして、で、2021年のアライブでは座談会とプレゼンという形でやっておりました。そして今年は1周年を迎えた塾の特別番組として、こちらの基調講演をやらせていただきたいと思います。そしてですね、ちなみに、塾というのはどういったサービスかと言いますと、ライブ 2D 社のクリエイティブスタジオチームが運営をしております、ライブ 2D のプロになるためのオンライン講座ですね。こちらは、ライブ 2D クリエイティブスタジオの YouTube チャンネルでメンバーシップ登録をしていただくと、いろいろな講座をご覧にいただけます。生配信もね、たくさんやっていますので、ぜひそちらもご覧いただければと思っております。はい。というわけで、では今回の基調講演の登壇者の方を早速紹介していきたいと思います。今回もライブ 2D 社の各事業を担当するリーダーの方に来ていただいております。はい。で、この配信では各事業の現状や今後の展望についてお話をしていただくということになっております。はい。ではまず最初ですね、CEO の中条さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。中条さん、今年で9年目ですね。よろしくお願いします。ですね。はい。はい。そして次がキュビズムから佐藤さんです。よろしくお願いします。はい、お願いします。佐藤さんもね、常連ですね。そうですね。はい。はい。よろしくお願いします。はい。続きまして、新島から上島さんです。よろしくお願いします。はい。上島さんは2回目の登場ですね。お願いします。お願いします。はい。そして、塾からは、我らが博士です。はい、どうも、よろしくお願いします。そして続いて、企画制作事業部からは石川さんです。はい、石川です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。そして最後に塾からは私、口ゆなが司会としてご参加をさせていただきます。そうしましたら早速発表の方に移りたいと思います。では最初は中条さんからですね、ライブ 2D 全体についての発表をしていただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。私の方から発表させていただきます。まず、ライブ 2D クリエイターの皆様、ライブ 2D をご愛顧いただき、ありがとうございます。アライブでは毎年皆様にライブ 2D に関する最新情報をお届けしており、今年はコミュニティというテーマでお送りします。ライブ 2D ではアライブを含め、クリエイターコミュニティの発展に力を入れてきました。4周年を迎えた新島では、ユーザー間のライブ 2D 作品やイラストの売買、オーダーメイド取引が行われており、引き続き順調に成長を続けております。新島で定期的に開催しているニジコンは、開催が22回を数え、投稿作品数は累計3475件と、たくさんのクリエイターに参加いただいています。また、ライブ 2D 発展への貢献を称えるライブ 2D クリエイター表彰プログラムでは、これまでに140名のクリエイターを表彰して、ノウハウ共有の場であるみんなのライブ 2D ラボでは、投稿が165本を超えております。そして9年目を迎えたライブ 2D クリエイティブアワードでは、たくさんの素晴らしい作品が集まりました。賞の発表はこの基調講演の後になりますので、お楽しみください。ライブ 2D では、クリエイターの発表交流の場として、ライブ 2D VIP など、特定のハッシュタグを使った投稿を提案していますので、こちらもぜひご活用ください。おかげさまで、ライブ 2D に関するツイート数は急増しており、過去1年間のツイッターエンゲージメントは約1655万件と、とても多くなっております。
英語圏のクリエイターコミュニティの成長も著しく、Discord のコミュニティのユーザー数は4万人に迫るということで、とても海外でも普及してきているという状況です。で、ライブ 2D では、ここでもクリエイター参加型のイベントを企画、協賛しております。ライブ 2D キュビズムプロの販売数も海外が急成長しており、前期は初めて海外比率が 50% を超えました。創業以来の目標の一つが達成できてとても嬉しく思っておりますが、さらに世界中の誰もがライブ 2D を知っているぐらいまで普及させていきたいというふうに思っております。開発者コミュニティも活性化しており、おかげさまでこれまでライブ 2D キュビズム SDK を使ってリリースされた商用ライセンスの数は600に達しています。詳しくはこの後キュビズムチームの佐藤さんから説明がありますが、2023年キュビズム SDK は新たな開発プラットフォームに対応する予定となっております。ライブ 2D 社では次世代のクリエイターコミュニティもサポートしています。キュビズムプロを無償提供する教育機関支援プログラムは240校22,000名をサポートしてきました。2020年から始まった学割プログラムでは学生さんに 76% の割引で提供しています。発売以来、世界中で利用者が急増しており、今年も前年比 194% となりました。また、公式オンライン講座、ライブ 2D 塾が1周年を迎えることができました。詳しくはこの後、博士から説明がありますが、楽しくライブ 2D を習得できるコミュニティとして発展しており、この後、ライブ 2D 講師についての座談会セッションもありますので、こちらもお楽しみいただければと思っております。今年で9年目のアライブ、オンラインでの開催は3年目となります。当社からは、キュビズムにじま塾のほか、映像プロジェクトの TR3 やアフターエフェクトプラグインのセッションなどを予定しております。Vimeo でのプレミアムセッションでは、国内海外のトップクリエイターによる限定セッションをお届けします。たくさんの皆様にご協力いただき、魅力的なセッションが揃いましたので、ぜひお楽しみいただければと思います。最後に、クリエイターの皆様には様々な形でライブ 2D のコミュニティにご参加いただき誠にありがとうございます。ライブ 2D も皆様と一緒に発展していきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。はい、中条さんありがとうございました。海外販売が過半数になっているということでね、とてもライブ 2D が発展しているという感じなのではないかと思います。嬉しいですね。はい。やっぱり苦労して、なかなか海外、特に欧米とか受け入れられない時期もあったんで、本当にアメリカとかですごい伸びてるのがすごい嬉しいですね。そうですね。こうやってこのまま世界でライブ 2D が広がるという目標もね、達成していければ良いかなと思います。はい。それでは続きまして、キュビズムの佐藤さんからキュビズムについての発表をお願いいたします。ありがとうございます。それでは、キュビズムの最新情報についてご紹介します。今回もいろいろとご紹介したいことが多いため、結構ボリュームが多めです。時間も限られているため、さらっと流してしまうスライドもあるかと思いますので、後日アーカイブでじっくりスライドの内容を確認いただければと思います。それでは始めます。キュビズム5に搭載予定の新機能について、紹介します。まずは UI/UX の改善のものです。まずはこれを見ていただきたいんですが、これは今までの、キュビズムエリアというところで、これがこうなります。皆さんわかりますか？ちょっと何回か切り替えますが、こういう形で、テーマが変わるというところで、キュビズムがダークテーマに対応します。ユーザーの皆さんからも多く要望をいただいていたということで、ついにキュビズム5で利用できるようになります。もちろん、これまでのテーマにも変更できますので、それぞれの好みに合わせて利用ができます。さらに、ハイ DPI ディスプレイにも対応します。これまで 4K などの高解像度なディスプレイでは、スケールを変更して表示することが多かったため、左の画像のようにアイコンが粗く表示されてしまっていました。キュビズム5からは鮮明に表示できるようになりますので、例えば Mac のレティナディスプレイでもくっきり表示されるようになります。さらにですね、それだけではなく、複数のディスプレイを有効活用できる改善も行います。例えば、パレットをフローティングした後に、さらにドッキングして別の画面へ持っていくなど、複数の画面を有効活用できるようにします。この状態は、新しくワークスペースに保存しておくことも可能になります。
その他、細かな部分の UI、UX の改善も行います。ファイルメニューに今まで漠然と並んでいたこれらのエディターの設定項目は、わかりやすいように項目ごとに分けられた一つの環境設定ダイアログになります。また、物理演算設定ダイアログでも UI の改善を行い、視認性や操作性が向上します。これ以外にも多くの UI の改善を行う予定です。次は Mac 関連の改善です。こちらもユーザーの皆さんから要望が多かった Apple M1、M2 に対応します。これまではロゼッタ2によるエミュレーションによって M1Mac で動作可能でしたが、今回ネイティブで動作するようになるため、ロゼッタ2を通すよりも大幅にパフォーマンスが向上します。Cubism 5では Intel Mac、M1Mac それぞれ向けに提供します。続いて表現力を向上する機能についてです。Cubism 4.2 で搭載されたブレンドシェイプを強化します。これまではアートメッシュやアートパス、ワープデフォーマーの頂点情報にのみ対応していましたが、不透明度などもすべての要素に対応します。もちろん回転デフォーマーの回転や縮尺でもブレンドシェイプが使えるようになります。今回対応する要素を使った場合、ブレンドシェイプで現在見えているようなことができるようになります。次にリップシンク強化です。これまで音声に合わせてセリフを喋らせる場合は、手打ちか音声のボリュームに合わせて打たれるリップシンクを使うしか方法はありませんでした。今回、音声の音素に合わせて口の形を推定して自動でキーを生成してくれる機能を追加します。準備として事前にモデリング上で口の形とパラメーターの関連付けを行っておきます。この情報はモデルに保存され、前のページの通りアニメーションで活用したり SDK で利用したりすることができるようになります。試しにチュートリアル動画の音声を使ってデモをしたいと思います。まずはダウンロードした Cubism Viewer を起動します。コンフィグレーションダイアログが表示されるので、Viewer の画面サイズを決めて、ウィンドウにチェックを入れます。プレイをクリックすると、Viewer 画面が開きます。このように音声があれば滑らかに自動でリップシンクしてくれます。アニメ寄りにもリアル寄りにもどちらにも設定次第でつけることができます。この機能は SDK でもリアルタイムに利用ができます。例えば SDK で組み込んだアプリ側でマイクなどで音声を入力すれば音声に合わせてリップシンクができます。Cubism 5対応版の SDK で提供予定です。次にメッシュの自動生成の精度がさらに上がります。眉毛などの細長い部位は均等にメッシュが作られるようになり、より綺麗に変形ができるようになります。さらに顔など内側と外側で違う密度のメッシュを生成することもできるようになります。これまでの AI の研究の成果の一つである、顔の自動動き付けを今回 AI 機能として初搭載することにしました。最低限の動きをつけるまでの作業時間を短縮できるので、クリエイターの方がクオリティアップにより時間を割けるようになります。Cubism 5ですが、今回もアルファ版を公開します。現在絶賛開発中ですが、来年の春には公開できるよう進めています。日本語版と英語版を同時に公開する予定ですので、ぜひお試しいただき、フィードバックをお願いします。続いて Cubism SDK についてご紹介します。まず最初に Java で実装された Cubism SDK についてです。Android 上で動作するこの SDK ですが、ついにベータ版を公開します。この SDK はすべて Java で実装されているため、ネイティブ版の SDK に比べ Android 向けに開発しやすいようになっています。またパフォーマンスもネイティブ並みとなっており、実用面でも使いやすくなっております。こちらは12月の8日リリース予定です。次に、ココスさんと共同開発中のココスクリエイター対応版の Cubism SDK についてご紹介します。昨年、アライブで共同開発することを発表し、ついにお見せできる状態になりました。この SDK は
ココスクリエイターとの親和性を追求して作られています。ココスクリエイターの機能を最大限利用できるようになっており、デザイナーでも使えるように利便性も追求しています。使い方は簡単で、組み込み用モデルデータをココスクリエイターにドラッグ&ドロップするだけですぐ扱えるようになります。また、パラメーターの調整やアニメーションの管理なども直感的に扱うことができます。では、実際にデモしたいと思います。まず、モデルをドラッグ&ドロップして、取り込みます。取り込んだ後に、このモデルが変換されますので、それをシーンに追加します。で、サイズを調整した後に、アニメーションのコンポーネントを追加して、その後、このモーションデータをアタッチすることでタイムラインに表示されるようになります。で、その後はアニメーションを再生すると、このように簡単にモデルを動かすことができるようになります。続いて、ココスさんからのメッセージをいただいておりますので、再生したいと思います。皆さん、こんにちは。ココスのマーケティングダイレクター、ルックス・テープリと申します。Live2D と協力して Live2D キュビズムをココスクリエイターに導入できることを嬉しく思います。This journey with Live2D Cubism started when I was able to talk to the team of Live2D last year on Twitter. We have had many Chinese, Japanese, and Western developers use Live2D Cubism for their games on Coco's 2DX, and we have been delighted at the quality of the work done with Cubism over the years. When Coco's Creator came out, we knew that Live2D needed to be available for our new game engine, just as it was with Coco's 2DX. After months of working side by side with the team at Live2D, we're happy to have the alpha version of the SDK available for you to download this month. As the only free and open source game engine to use Live2D Cubism, you'll be able to build games with the same tools as AAA game companies have used, such as Square Enix, Ubisoft, DMM, Gameloft, Tencent, and many others. Our developer PP Pro from our office in Xiamen, China can share more about this. Ni hao, PP Pro. Thank you, Luke. Our group has worked to ensure that exporting your work from Live2D Cubism to Coco's Creator will be simple and work with all aspects of each of our products. This allows users, including designers, to intuitively edit Live2D parameters and animations through Coco's Creator standard components. Since this is still an alpha product, please share your issues with both of our teams as well as we work to get the final version released later next year. We hope you try out the alpha versions and hope this supports you in building amazing games for the web, mobile phone, PC, and the Nintendo Switch. We are happy to meet all of you and excited to see your Coco's game using Live2D Cubism. ココさん、メッセージありがとうございます。ということで、ココさんと一緒に開発しているココスクリエイター版 Cubism SDK のアルファ版をですね、12月の5日にリリースします。ぜひ触っていただき、フィードバックをお願いします。続いて Cubism AE プラグインの紹介になります。このプラグインは Adobe After Effects 上で直接 Cubism のモデルを表示したり、モーションを扱うことができます。Cubism のライセンスがあれば誰でも使用することができますので、After Effects を活用している方はぜひご利用ください。Cubism AE プラグインについては、この後にあるセッションで愉快な先輩たちが具体的な活用方法などを楽しく解説していきます。興味ある方はぜひご覧ください。続いて映画研究について紹介します。まず Cubism M ですが、映像専用の研究開発版のエディターとなります。今回研究中のいくつかの機能についてご紹介をしていきます。一つ目はタイムライン上で前後のフレームを簡単に確認できる機能です。紙でパラパラっとめくって動きを確認しているような使い勝手でチェックできるようになっています。2つ目は、モデリング時に行ったオブジェクトの編集履歴の一覧を表示する機能です。過去に行った編集をたどることができ、
特定の操作まで undo や redo を行うことができるようになります。操作前と操作後の状態も記録しているので、生成されたオブジェクトがどのようなものなのかを知ることもできます。それ以外の研究中の機能の活用事例については、この後のセッションで詳しく紹介します。興味ある方はぜひご覧ください。続いて AI 研究について紹介します。まず AI 研究ポリシーについて説明します。Live2D では AI がクリエイターにとって変わるような技術開発をするのではなく、クリエイターを補助するためのアシスタントとしての立ち位置として AI を活用していきます。例えば、すべて全自動でやってくれるだとか、イラストをゼロから生み出すなどの活用ではなく、クリエイターが幸せになるための AI 研究を行っていきます。それでは、まず、デフォーマーの自動生成の機能について、紹介します。一般的なキュビズムモデルのデフォーマー構造は、ある程度同じ構成になる場合が多く、作成時は単純作業の繰り返しになりがちです。そこで各アートメッシュの体のどの部位かを AI で識別し、階層をつけながらデフォーマーを自動で生成する機能を研究中です。それ以外にも素材分けの補助を研究しております。モデリング中に素材に塗り足しが必要になると、ペイントソフトに戻って塗り広げる必要性があります。その後に PSD を再インポートして再確認を行うなど手間がかかってしまいます。そこでエディター上で塗り足しが必要な範囲を指定することで AI を活用して自動で塗り広げを行います。パラメータを動かしながら塗りが十分かも確認しながら作業ができ、効率アップにつながります。こういったクリエイターに寄り添える機能の研究開発をこれからも進めていきます。最後にその他の取り組みについて紹介します。マニュアルチュートリアルサイトをリニューアルします。視認性や操作性を向上させて、スマートフォンやタブレットでも最適化されて表示されるようになります。機械翻訳による提供の速さを生かしつつ、翻訳のプロによる修正も加え、さらにキュビズム内の用語も反映することで、多言語での精度も大幅に向上されます。来年1月中に公開を予定しておりますので、ぜひご期待ください。最後にお知らせです。第4回キュビズム SDK ワークショップを開催することになりました。開催日は12月中旬を予定しておりますので、ぜひご参加いただければと思います。詳細は近日中に開発ツイッターで公開しますので、楽しみにしていてください。ということで、キュビズムからは以上となります。はい、佐藤さんありがとうございました。新機能盛りだくさんでしたね。本当にユーザーさんからたくさんの要望があって、それをね、たくさん改善していらっしゃるなと思いました。何か、博士とかは何か気になるときめいた機能とかありましたか？ときめきがね、いっぱいでしたけど、そうね、一番最後に言っていたマニュアルとかの話、あれもね、ずいぶん前から出ていて、すごくありがたいっていう人は多いんじゃないかなと思いました。機能面もね、もちろんすごいんですけど、ああいうところも喜ばれるかなって思いましたね。結構ユーザーさんとか、タブレットでマニュアル見ながらパソコンで作業したいみたいな方も結構要望でいただいていたので、スマートフォンとかタブレットでも表示できるようにっていう感じですね。本当にね、とてもありがたいというね、思っていただけるんじゃないかと思います。じゃあ、佐藤さんありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい。では続きまして、にじまの上島さんからにじまについて発表をお願いいたします。はい、ありがとうございます。そうしましたら、にじまライブの2022ということで、にじまチーム上島からご紹介をさせていただければと思います。両方のサービスの現状からライブ 2D クリエイター、そして VTuber の皆様の今後の活動のヒントになるような情報をお伝えできればと思います。短い時間となりますが、よろしくお願いいたします。にじまの2022からご紹介させていただきます。まずはにじまの取引件数についてです。おかげさまで2022年もにじま多くのユーザー様にご利用いただきまして、取引件数昨年同期比で 228% の成長を遂げることができました。
2年にわたって大きな成長を遂げることができたのは、クリエイターの皆様がクオリティの高い作品を投稿し続けていただいているおかげかなと考えております。クリエイターの皆様、ありがとうございます。続いて、現在のにじまの取引比率についてご紹介させていただきます。ライブ 2D 作品の取引が 80% 以上を占めておりまして、そのほとんどが VTuber 向けのモデルの販売にあたります。今年度はトラッキングアプリにアイテムの表示機能が追加されたことで、ライブ 2D やイラストの素材作品が多く取引されるようになってきました。また、イラストのオーダーメイドの方では、新衣装の作成依頼、サムネイルの追加や SD キャラの依頼など、VTuber 活動に関する VTuber 活動を継続していくにあたって必要な依頼が多く取引されるようにもなってきております。続いて、現在にじまで取引をされている各種ライブ 2D 作品の取引単価をご説明いたします。汎用作品については、アイテム作品の単価の低い取引が増加したことで、単価自体は4500円から2200円台に減少をしております。単価自体下がっているんですけれども、季節性のある小物アイテムとかは、時期によって販売数が大きく伸びる作品等もあるので、イラストで手軽に作成して投稿しておくと、クリエイターの皆様の売上アップにもつながるのかなと考えております。また、限定作品、オーダーメイド取引の単価というのはそれぞれ1年前と比べて向上しておりまして、限定作品では10万円や20万円の高価格帯でも高クオリティであれば販売開始すぐに売れるということも珍しくなくて、単価アップにつながっております。オーダーメイド取引では、人気クリエイターさんの場合は、向こう2、3ヶ月は制作で埋まってしまうということもままありまして、中にはキャラクターの書き起こしから入って、フルオーダーメイドで、の依頼であれば、100万円の取引が成立しているということもあります。にじまとしても、クリエイターの皆様が技術をアピールしたり、取引が成立しやすい機能を拡充を努めて、今後単価が上がっていけるようにしていければなと考えております。ここからは今年のにじまのサービスの中で主な機能更新の内容をご紹介いたします。一つ目が作品が販売開始された際にメール等でお知らせをしてくれる機能です。今回の機能追加で審査が完了したら販売開始された作品に対してを通知することで限定作品など欲しい作品が販売開始したらそれを見逃さずに購入ができるようになっております。続いて、にじまのライブ 2D プレビューの機能改善です。これまでは固定のパラメータで追従をしていましたが、今回の機能改修では、キュビズムエディター上のカーソル追従の設定と同様のことがにじまプレビューでもできるようになり、ユーザーさんの方で自由に追従するパラメータを選択可能になりました。例えばですね、こちらの視線追従のパラメータで、口開閉のパラメータに Y 軸を追従させることで、ライブ 2D プレビュー上で、口の開閉ができるようになっております。少し玄人向けの機能ですけれども、ライブ 2D モデルの動きをいろいろと試せるので、ぜひプレビューからこちらの視線追従の箇所から試してみていただければなと思います。最後に、購入者やフォロワーの方へメッセージの一括送信ができる機能を追加いたしました。クリエイターさんから販売作品の不具合など、ファイル修正の対応後に購入者にお知らせができる機能が欲しいというご要望がありまして、そちらを実装したものになります。機能としては、特定の作品を購入したユーザーさんだけではなくて、オーダーメイド取引をしたことがあるユーザーさんや、またフォロワーさんに向けてメッセージを送付することができます。購入作品のアフターフォローだけでなく、新作品の販売時などのお知らせ等にご活用いただければと思います。今後もにじまとしては、クリエイターの皆様の創作活動を支援していける機能をご提供していければと思います。続いて、にじまライブの2022年に追加した機能、今後実装予定の機能をご紹介いたします。今年度は大型アップデートを計3回実施いたしました。モデルの雰囲気を簡単に彩れるアイテム機能や iPhone 有線接続機能など多くのユーザー様からご好評をいただいております。直近 1.30 では
コラボ機能の無料ユーザーは、これまで5分間のみの利用制限、でしたが、その制限を緩和しまして、コラボルーム内に1人でも有料ユーザーがいた場合、コラボを無制限に、ご利用いただけるようになりました。ぜひこの機会に、コラボ配信を楽しんでいただければと思います。また、パラメータ対応している専用モデルを iPhone でトラッキングすることで、ほっぺたを膨らましたり、口を動かす表現ができるようになりました。より豊かな表情でモデルを動かすことができるようになっております。にじまライブの中にサンプルモデル入っておりますので、iPhone をお持ちの方はぜひ試しいただければと思います。最後に今後の主な追加予定の機能を3つご紹介いたします。これまで同様、引き続きにじまライブではライブ 2D モデルの表現の進化の追求、そして利用ユーザーの拡大を目指していきます。現在はユーザーからご要望も多いリップシンク機能の開発に力を注いでいます。音声から口を動かす機能で、口周りがよりリアルに動かせるようになります。次にハンドトラッキング機能で、こちらまだ対応モデルが少ないというところもあると思いますが、ライブ 2D モデルに手の動きを反映させる機能で、表現の幅が広がっていくかなと考えております。そして3つ目は Mac 対応版のにじまライブをリリースいたします。年内リリース予定なので、すでにこちらのアライブの基調講演の際には皆様のもとにお届けできているかもしれません。その他こちらに記載はしておりませんが、ノートでにじまライブの使い方記事を公開したり、現役 VTuber の方へどのように活動を行っているかなどのインタビューを行って、今後皆様が VTuber 活動を継続するためのヒントをお届けしていければなと考えております。以上、にじまライブの2022でした。皆様のライブ 2D 創作活動を応援していけるよう引き続き頑張ってまいります。今後ともよろしくお願いいたします。ありがとうございました。はい、上島さん、ありがとうございました。にじまは、はい。にじまライブは私とか博士も塾の方でとても使わせていただいておりますので、ハンドトラッキングとかとても楽しみだなと思っております。ぜひ手を動かせてる映像を楽しみにしております。はい、いろいろとね、使えそうですね。で、にじまの方もサービスが4周年ということで、じゃあいかがですか？そうですね、にじまも4周年を迎えまして、取引件数だけでなく流通金額、ユーザーさんも、投稿作品数もすごく伸びていて、非常に好調なサービスになっております。ニジコンもですね、回を重ねるごとにクオリティの高い作品がどんどん投稿されているような状況ですので、引き続きライブ 2D の創作活動を応援していけるプラットフォームとして頑張ってまいりたいと思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。それでは続きまして、ライブ 2D 塾ですね。博士から塾についての発表をお願いいたします。はい。それでは、ライブ 2D 塾について、ライブ 2D クリエイティブスタジオのシャーリー峰幸博士から紹介していきたいと思います。まず、私の所属しているライブ 2D クリエイティブスタジオは、ライブ 2D 社内のデザイナーチームの名称です。塾運営やゲームアプリ映像などの受託制作、映画制作に向けた研究など、ライブ 2D 発展のためにいろんな取り組みをしています。そして私たちの立ち上げたライブ 2D 塾ですね。こちらは楽しみながらしっかり学ぶスキルにつながるっていうコンセプトのライブ 2D 社公式のオンライン講座サービスです。YouTube のメンバーシップ登録で月額990円でライブ 2D 学び放題。動画講座の公開や生配信を定期的に行っています。動画講座ですね。動画講座については初心者向けの、基本のところであったりから、中級者以上の方がさらに踏み込んだ知識やノウハウを身につけるためのものまで、用途や学びたい内容別に様々な講座を用意しています。最近かなり評判が良かった講座として、この高稼働の腕を作ってみようっていうのがこんな感じですね。VTuber 用途のモデルなんかは特に腕を大きく動かしたり、手でいろんなポーズをさせたいことが多いかなと思うんですが、この講座ではかなりシンプルで真似しやすい構造なのに腕や手の可動域の広いモデルっていうのを配布しつつ作り方を学べる内容になっています。ガチャ演出風アニメーションの作り方。
こちらはですね、組み込み用データではなくて、動画として Live2D を使う際のノウハウや表現手法を解説してまして、こういった動くイラストだったり映像用途っていうのも Live2D の需要としては高いんだけど、あんまり作例なんかがなかったりするので、こちらもかなり評判が良かったです。生配信ではモデルやモーションを添削する添削配信や、Live2D 界隈で有名なクリエイターの方を呼んでいろんな話が聞けちゃったり、あとさらにそのゲストの方に添削してもらえちゃったりするような配信もしています。その場で質問もできてアドバイスももらえるので、こちらもかなり評判のいいコンテンツになっています。塾の現在までの活動報告として、塾にメンバーシップ登録をしている人、通称塾メンの数はこちらの想定以上かなり順調に増加してまして、去年8月の塾開講から今まで公開してきたコンテンツ数としては、動画講座が16シリーズ、生配信は128本、出演してくれた素敵なゲストさんは20名ということで、この1年ちょっとでだいぶコンテンツが増えました。塾面からも続々嬉しい声が届いてまして、Live2D 塾は Live2D まだ始めたばかりっていう人にも推したいし、行き詰まってるな、最近行き詰まってるなっていう人にも押せるのがすごいだったりとか、初心者はこの講座を受けるのが一番間違いないだったり、あとは開発の方がね、実際来てくれたりもするので、その場で要望を言って、それが実際に機能として入ったりっていうところで、かなりプラスになったっていうね、そんな感じの声も届いております。塾コミュニティとしての盛り上がりは、塾面限定の Discord サーバーを開設してまして、ここで塾面同士が交流しながら悩みを解決したり、あとは塾の運営側がその塾面のみんなのサポートをしたりっていうそういう場になっています。もうね、100人以上参加してますね。今後の予定については、まず英語版の講座動画が、出る予定ですね。今までも YouTube の、字幕っていうのはついてたんですけど、動画自体まるっとナレーション込みで英語版を出す予定です。そしてLive2D でミュージックビデオを作る企画も進行中でして、作品に使用した素材は塾面のみんなに配布予定です。楽曲制作がミルストーンズさん、コンセプトアートが陽清水さんっていう、この2人のね、名前を見るだけでワクワクした方もね、多いんじゃないかと思いますが、荒廃した世界を舞台にしたディストピア感のあるエモい MV になる予定です。そして次に Live2D ニュースですね。こちらはLive2D 界隈で流行っているテクニックやホットな話題をお届けしていく予定です。こちらもお楽しみに。はい。ということで、興味が湧いた方はぜひメンバーシップ登録お待ちしてます。塾面コミュニティにどうぞいらっしゃいませ。はい、博士ありがとうございました。はーい。塾ね、無事1周年を迎えられましたね。いや、本当にね、もう皆様のおかげです。はい、皆様のおかげです。そうですね、発表にもあったように、海外展開だったりも頑張っていきたいなと思っておりますのでね。はい。もうこれからの塾にもぜひぜひご注目いただければと思います。お願いします。お願いします。はい、それでは続きまして最後の発表ですね。企画制作事業部の石川さんから映像プロジェクトについて発表をしていただきます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。企画制作事業部取締役の石川と申します。TR3 についてですね、私の方からご案内させていただきたいと思います。はい。まずですね、TR3 のご紹介の前にですね、これまで取り込んできました作品についてですね、改めて、ちょっと振り返りながらご案内させていただきたいなと思います。まずですね、こちらの、ザ・ランプマンという作品なんですけれども、こちらはですね、映画プロジェクトが始まる前に制作した作品なんですけれども、クリエイティブスタジオがですね、制作した初の、ライブ 2D による、短編アニメーション作品となっています。臆病なランプの少年が、ランプマンという、波乱の一夜を描いた作品になっていまして、第16回のインディーズアニメフェスタのグランプリ受賞作品と、なっています。ここが本当に一番最初に作った作品という形になりますね。はい。そして、ここからが、映画プロジェクトが始動した
ものになるんですけれども、最初のトライアル作品となってまして、ビヨンドクリエーションというタイトルになります。書きたいように書く、動かしたいように動かすっていうコンセプトをストレートに映像化した、PV 作品となってまして、内容に関しては、いわゆる作画アニメのですね、リミテッドな表現っていうのも、チャレンジした、ものになってまして、現在、YouTube 上でですね、120万再生を今超えるような、ものに、なっていて、非常に、反応の良い作品になっているかなと思います。次に、作ったトライアル作品ですね、こちらヒーローベータというタイトルなんですけれども、イラストレーターのですね、南野明さんとコラボして、独創的で鮮やかなビジュアルっていうのをそのまま映像化したものになってます。現実世界とパラレルワールドっていう舞台、2つの世界のですね、そこで奔走する少年少女の物語というストーリーをですね、背景に、劇場アニメ予告風っていうような形で映像として、制作したものです。ライブ 2D で初めて、テレビや映画館でですね、CM として、公開した作品でもあります。はい。そして、この新しい取り組みの TR3 という形になります。昨年のライブでも少し、映像ですね、ご覧いただいたりしたものかなと思うんですけれども、こちらはライブ 2D を使って、社内メンバーを中心にですね、映像制作が実現できることを、証明すると。そこを目指すプロジェクトという立て付けで、開始したものになります。映画レベルのですね、表現品質といったものを妥当なコストで実現する制作効率の達成を目指して、ステップ1、ステップ2と、2段階のステップを設けて、制作体制の強化、技術開発を行っていくという目標で動いています。でステップ1は、一旦ですね、制作効率といったものを度外視して達成すべき、表現品質と、映像に挑戦するというものになってまして、ステップ2は、ある程度ストーリーを持たせて、より作品らしく仕上げていくっていうようなアプローチで、進めているプロジェクトになります。で、ステップ1に関してなんですけれども、あえて、長めの、2カットに限定して、日常的な芝居で、試したい動きを盛り込みやすいように、構成しています。ここの、3つのポイントですね。高品質な動き、幅広い動き、イラスト表現というポイントを設けて、これらを達成できるような、映像にしていこうということで、取り組んだものとなっております。ようやく完成を、しましたので、そちらの、本編の方を、ご案内いたします。はい、以上となります。こちらの作品ですね、YouTube でも公開して、おりますので、ぜひ、じっくりですね、ご覧いただければと思うんですけれども、合わせてですね、TR3 へのこの思いとかですね、スタッフのインタビューなども織り交ぜたプロモーションムービーも、YouTube にて公開中です。また、CG ワールドのですね、ウェブの方でもスタッフのインタビューとか掲載されておりますので、ぜひこちらも合わせてご覧いただければなと思います。はい。そして、このセッションですね、TR3 のステップ1、どのようにして、実現されたかというものなんですけれども、この後のセッションで制作フローとかですね、研究の取り組み、といったものを、ご案内する予定ですので、ぜひそちらも、ご覧いただければと思っております。最後にですね、実はここにご覧いただけないものとかっていったものも結構実はありまして、初版の事情でちょっとお見せできないのに残念ではあるんですけれども、社内では非常に映像の生産の体制っていうのをどんどん整えてきております。
これからですね、この映像制作事業っていうのを本格始動していきますので、ライブ 2D によるですね、映像制作、さらに加速していきたいなと、思っております。すでに一部のですね、アニメ作品とか、でも採用だったりですとか、あとは今、トライアルなんかもですね、複数の企業の方から、ご相談いただいておりまして、いくつか今すでに取り掛かっている最中になっています。ちょっと公開できないものが非常に多くあるんですけれども、これからどんどんそういった情報なども公開できればいいなと思っておりますので、ぜひですね、その映像制作、ライブ2で興味ある方いらっしゃればですね、ご相談いただければと思っておりますので、今後ともよろしくお願いいたします。はい。ありがとうございました。先ほどご紹介いただいたプロモーションの映像の方をね、とても出演者の皆さんがね、かっこよくて素敵な映像になっていると思いますので、ぜひ皆さんご覧いただければと思います。こちらは監修は、はい、中条さんがされているんですよね。監修っていうか、一緒に制作総指揮ですね。開発目線とかも含めて一緒にやっていくということで、ちょっと一緒にやらせてもらいました。はい、ぜひね、皆さんもご覧いただければと思います。お願いします。というわけで、皆さんの基調講演の発表が終わりましたので、最後に、では中条さんから今回の基調講演の総括をいただければと思います。はい、今回のアライブ、コミュニティというテーマで、皆さんと一緒に作っていきたいなと思いますので、本当に素敵なセッションいっぱい用意してますので、ぜひ最後まで楽しんでいっていただければと思います。はい、ではありがとうございました。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 ということで、基調講演アライブ2022でした。この後はライブ 2D クリエイティブアワーズの表彰式です。ぜひご覧ください。